はい、こちら猫ノベル通信緊急速報です。義務教育を離脱した少女を山間部に隔離し、英国式の規律で価値観の違法改造を行ったとされる通称西の魔女事案の全貌が特定されました。被疑者は少女へ特殊技能をインストール、東の魔女として覚醒させた極めて計画的な魂の事業承継とのことです。魔女にとって何より大切なのは意志の力、自分で決める力、自分で決めたことをやり遂げる力です。おばあちゃんの言葉が現代人の心に刺さる。放課後の雑談ラジオ、国語対話へようこそ。ごきげんよう。物語のソースコードを解析する紳士猫です。して今回はまた文科省推奨の皮をかぶった魂の事業継承マニュアルを持ってきましたか？サバイバルじゃないですよ。物語オタクのアイドル司会 MC です。今回ご紹介するのは梨木かほ先生の不朽の名作西の魔女が死んだ。私このお話の空気感が大好きなんです。ほう、 MC 氏の脳内メモリではこの作品はおばあちゃんと森でハーブティーを飲む素敵なスローライフとして処理されているようですね。おめでたいことです。失礼な、素敵なお話ですよ。ほら見てください。恒例の画伯のイメージイラスト。おばあちゃんと舞ちゃんがキッチンで真っ赤な夜いちごジャムを煮ている名シーンです。これは実に見事な伏線の回収だ。 MC 氏が描いたその鍋のどすっ黒い赤色、見てください、この湯気。お鍋いっぱいの宝石みたいな赤色。まさに憧れの丁寧な暮らしって感じで、めちゃくちゃ尊いじゃないですか。それはジャムではない。これから始まる過酷な魔女化実験における血のメタファーですね。何物騒なこと言ってるんですか？これは美味しいジャムですよ。学術的にはそうですが解釈違いですね。この山奥の洋館はただの別荘ではありません。社会システムからエラーとして弾かれた少女を隔離し、早寝早起きという名の洗脳プログラムで OS を強制的に書き換える、いわば精神矯正ブートキャンプです。精神矯正？ただのおばあちゃんの家なのに？甘いですね、その砂糖漬けの果実のように。これは癒しではない、訓練です。死刑を悟ったローマ女が若き弟子にこの理不尽な世界をハックするための魔術を叩き込む、極めてハードコアな継承の儀式なのですよ。言われてみればおばあちゃんの指導って妙に厳しかったような。これってそんな生き残りをかけたギリギリの話だったの？その違和感こそが真実への鍵です。さあ、甘いジャムの香りに隠された少女の魂の行方を追跡しようではありませんか。怖すぎるけど気になります。確かめなきゃ。それでは早速物語の真相に迫っていきましょう。続いてはあらすじのコーナーです。それでは物語の核心に触れていきましょう。あらすじの紹介です。ネタバレ注意報発令。心臓の弱い方は耳を塞ぐか覚悟を決めてください。物語は主人公舞が中学入学直後に登校拒否になるところから始まります。彼女は喘息と過呼吸を抱え、逃げるようにしておばあちゃんの住む山奥の家へ向かいます。いわゆる異世界転生の導入ですね。トラックにひかれる代わりに精神的ダメージで転送されたわけだ。そこで英国人の祖母は自身の家系が魔女であることを告白します。でも空を飛ぶとかじゃなくて、真実を見抜く力や生きる姿勢のことなんです。なるほど、ファンタジーに見せかけた特殊技能持ちの実用的なメンター設定ですか。舞は魔女になりたいと志願し、修行が始まります。内容は早寝早起き、食事をしっかりとる、自分で決める、とにかく規則正しい生活を叩き込まれます。地味すぎる。魔法学校というより陸軍のブートキャンプに近い。でも素敵なシーンもあるんですよ。初夏の光の中、大量の砂糖で野いちごのジャムを煮るんです。五感が研ぎ澄まされるような甘くて濃密な時間です。実に見事な回復アイテムの生成イベントですね。しかし平和な日常パートが長いほど後の崩壊が怖いのですが。その予感的中です。近所のそやな男源氏さんという異物が介入してきます。そしてある日、大切にしていた鶏たちが何者かに殺される事件が発生します。やはり来たか。スローライフからサスペンスホラーへの急転直下。
舞は源氏さんの仕業だと確信して激怒しますが、おばあちゃんは証拠がない、憎しみに支配されるなと諭します。これに舞がぶち切れちゃうんです。正論は時にナイフより深く人を傷つけますからね。感情が爆発した舞は、おばあちゃんなんか魔女じゃない、ただの変な外国人の老人だと暴言を吐きして、そのままパパの車で実家へ逃げ帰ってしまいます。うわー、これ以上ない最悪の死亡フラグを立てて退場しましたね。バッドエンド確定ルートじゃないですか。そのまま謝ることもできず、2年後おばあちゃんの訃報が届きます。舞は二度と会えないままあの家を再訪することになるんです。取り返しがつかない。この時間切れの重みこそが児童文学の皮をかぶった人実の残酷さですよ。でも最後、遺品整理をしていた舞はガラス戸に祖母が残したメッセージを見つけます。読みますね。西の魔女から東の魔女に、おばあちゃんの魂脱出大成功。脱出成功だと？死をログアウトとして定義し直すとは、界隈がざわつくレベルのどんでん返しですよ、それは。涙なしには語れません。さて、この衝撃の結末を踏まえて、次はこの物語が抱えるバグについて掘り下げていきましょう。さて、ここからは涙を拭いて冷徹に行きます。感動の裏側に潜む現実という名のバグをチェックする時間です。おや、涙で濡れたハンカチを放り投げましたね。いいでしょう。美談というテクスチャーを剥がし、ポリゴンむき出しのワイヤーフレームを直視しましょところで私、気になります。う。おや、何ですか？英国式庭園の維持管理費のことでも？あんたアホか。維持管理費どころの話ちゃうわ。さっきのジャム作りのシーンや、砂糖の量何ぼほど使うつもりやねん。急に解像度が。あれはワイルドストロベリーという自然の恵みを保存食にする錬金術的なプロセスでして。恵みはただでも砂糖はただちゃうで。鍋一杯のイチゴに対して同量の砂糖、誰が金出すん？おばあちゃんの年金か？ほんでそれを煮詰めるプロパンガス代もバカにならへんのやで。しかし完成したジャムの輝きは宝石のようだと描写されていまして、あれは精神的充足感を得るためのいわば課金アイテムのようなもので。課金ってあんた血糖値に課金してどうないすんでん。あんな大量の糖分、老人と子供の2人暮らしで消費しきれるわけないやろ。瓶の煮沸消毒ミスったらすぐカビ生えるし、結局もったいないお化けが出るだけや。丁寧な暮らしという幻想がコストパフォーマンスという暴力によって粉砕されていく。まだあるで。あの不審者の源氏さんや。あんたさっき多様性の需要とか言うてたけど、あれただのセキュリティホールやないか。セキュリティホール。確かに現代のコンプライアンス基準で見れば、女子中学生の住居に成人男性が頻繁に出入りするのはレーティングに引っかかる案件ですが。引っかかるも何も通報案件や。山奥の一軒家に老人と子供女の子やで。そこに見知らぬ男がうろうろしてる時点でセコム案件やろがい。鶏が殺された時点で警察呼ばんかい。証拠がないとか言うてお茶濁してる場合か。学術的には性善説に基づいたコミュニティ運営ですが、物理的なリスク管理としてはファイアウォールなしでネットにつながるような万有ですね。確かに万有ちゃうはただの戸締まり武将や。孫娘預かってる自覚あるんか。何かあってからじゃ遅いんやで。番犬くらい飼いなはれ。一応ブラッキーという犬がいましたが、彼は役に立たなかったようですね。しかしなも MCC、 今日の MCC はいつも以上に生活感という名の DPS が高いですね。まだ一番あかんとこ言うてへんわ。最後舞ちゃんが家出するシーンや。パパに車で迎えに来させたやつや。ああ、あの感動的な決別ではなく MCC の視点ではどう映るのですか？感動的？ちゃんちゃらおかしいわ。ここは山奥やで。パパ呼び出して迎えに来させるってガソリン代と高速代なんぼかかると思うてんねん。そこですか？親の愛による緊急救助ミッションだと思えば妥当の。妥当ちゃうわ。しかも自分から喧嘩売って謝りもせんとお礼の一言もなく逃げ恥かますんか。立つ鳥後を濁さず言うてな、ただ飯食わしてもらった恩義をあたで返すんか。恩義。確かにリソースを消費したユーザーとしてのマナー違反は否めませんで、ログアウト処理が雑すぎるというか。雑すぎるわ。その後の2年間もそうや。意地張ってレンガと立ってる間におばあちゃん死んでもうたやんけ。付け払いしたごめんなさいはな、あの世まで利子ついて追いかけてくるんやで。ひえ、死後の利子。
オカルト的な呪いよりも怖い現実的な負債を話な。いいか、墓石に布団は着せられへんのやで。生きてるうちにありがとうとごめんなさい言うんが一番コスパええ生き方なんや。わかったか猫。イエスマム、肝に銘じます。しかしこの文学作品がまさか家計簿と礼儀作法の教科書になるとは作者も想定外でしょうね。ふう、すっきりしました。というわけでやっぱり現実って厳しいですね。いやー、MCC の情緒のスイッチング速度こそがこの番組最大のホラーですよ。さて、気を取り直して次は作者の背景に迫るコーナーへ移りましょうか。ではこの物語が教科書に選ばれた真の理由、その裏コードを読み解きましょう。いい導入です。結論から言えば、この作品は文部科学省が子どもたちに配布した史上最も美しい緊急避難マニュアルなのですよ。避難マニュアルですか？防災訓練みたいな？物理的な防災ではありません。心の防災です。まずはこの作品が出版された1994年という特異点に注目してください。1994年。私が生まれる前ですね。どんな時代だったんですか？バブルという狂乱の宴が終わり、翌1995年には大震災や地下鉄サリン事件が控えている、まさに日本中が得体の知れない不安に覆われ始めた嵐の前の静けさの年です。うわ、なんか空気重そうですね。ええ、学校教育の現場でも登校拒否が社会問題化し、根性で学校へ来いという精神論が通用しなくなり始めた時期でした。そこで現れたのがこの西の魔女です。なるほど、無理して学校に行かなくても別の生き方があるよって教えてくれるための教科書採用だったんですね。その通り。しかし、ただ休ませるだけではない。ここが重要です。著者の梨木かほ氏は田舎でのスローライフを極めて論理的な認知行動療法のプログラムとして描いたのです。認知行動療法？おばあちゃん心理カウンセラーだったんですか？実質的にはそうです。崩壊したメンタルを早寝早起きという基礎 OS の再インストールで立て直す。これは癒しではなく社会復帰のための高度なリハビリテーションプログラムなんですよ。言われてみれば魔女修行って魔法の練習じゃなくて生活リズムの矯正でしたもんね。そう。そして1995年といえば新世紀エヴァンゲリオンの放送開始年でもあります。シンジ殿が逃げちゃダメだと自分を追い込んでいたその裏で、西の魔女は逃げてジャムを作って寝ろと説いた。真逆だ。エヴァと西の魔女が同時代の少年少女の心を奪い合ってたってことですか？まさに。戦えという圧力と逃げろという許し。教育システムはこの作品を採用することでパンク前だった子どもたちの心に安全弁を取り付けようとした。私はそう分析します。深すぎます先生。ただの感動ストーリーが国家レベルのメンタルケア戦略に見えてきました。それこそが著者の筆力です。新人賞を受賞し瞬く間に古典となったのもうなずけますね。さて、過去の分析はこの辺にして、最後は現代の話をしましょう。はい、今の私たちがこの作品をどう楽しむべきか、続いてはトレンド分析のコーナーです。いけない。そろそろ放課後のチャイムが鳴りそうですよ。楽しい時間はあっという間ですね。おや、もうそんな時間ですか。この作品の深淵なる沼のまだ1合目にも達していないというのに。猫さんの解説小次なんですよ。でも最後にこれだけは聞かせてください。今の若い子たち、いわゆる Z 世代やアルファ世代の子たちがこの作品を読んだらどう思うんでしょうか。ふむ、非常に興味深い問いです。現代のネットミームやスラングというフィルターを通して観測すると、この古典的児童文学は全く別のナロー系タイトルへと変貌を遂げますよ。西の魔女がナロー系に？どういうことですか？ズバリ、現代の読者にとってこの物語は祖母ガチャ、確定演出 SSR、不登校の私が最強のメンターとスローライフしてたらいつの間にか魂が救済されていた件として受容されます。タイトル長。しかも祖母ガチャって、おばあちゃんをソシャゲのキャラみたいに言わないでくださいよ。いいえ、これは最大級の賛辞です。考えてもみたまえ MCC。
広大な私有地、ネイティブレベルの英語力、豊富なハーブの知識、そして孫の不登校を一切責めずに全肯定する包容力。確かにスペックが高すぎて普通のおばあちゃんじゃないですね。そうでしょう。現代の若者が渇望してやまない理想の避難所の具現化です。このおばあちゃんは課金しても手に入らない、まさに排出率 0.001% の SSR ユニットなのですよ。なるほど、親ガチャならぬ祖母ガチャの大勝利案件ってことですね。なんか急に舞ちゃんが羨ましくなってきました。ええ、きらびやかな魔法で解決するのではなく、泥にまみれて草をむしる。これはインスタグラムの映える生活ではなく、加工なしの日常を晒すビーリアル的なリアリズムです。ビリアル、その言葉耳が痛いです。おや MCC、 何か心当たりでも？実は私この作品に影響されて先週デジタルデトックスに挑戦したんですよ。魔女修行だって意気込んで。ほう、それは感心ですね。 MCC のようなスマホ依存の現代ごっこがよく決断しました。でしょ。タイムロックコンテナっていうタイマーセットしたら絶対開かない箱にスマホを入れて24時間封印しようとしたんです。なるほど、物理的な遮断措置、最も合理的かつ確実なメソッドですね。で、成果は？開始15分で手が震え出して、30分後には禁断症状で部屋中を転げ回り、最後は金槌で箱を粉砕してスマホを救出しました。 MCG、 それは修行ではありません。ただの重度の依存症患者の暴走です。違うんです。緊急速報が来てないか心配で、決してソシャゲのログボが気になったわけじゃ。箱を破壊した時点で MCC は魔女失格ですよ。うわあ、分かってますよ。箱代3000円もしたのに、私にはスローライフなんて無理ばったんや。やれやれ、 MCC のその我慢できなさを見るにつけて、舞殿がいかに強靭な精神力で退屈を克服したかが際立ちますね。ほんと尊敬します。でもそう考えるとこの物語ってぼっちであることの強さも描いてますよね。その通り、現代ではボッチ・ザ・ロックなどにより孤独はネガティブなものではなく、一つのスタイルとして市民権を得ています。自分だけのサンクチュアリがあれば生きていける。おばあちゃんは究極のソロ活マスターだったんですね。ええ、学校というサーバーからログアウトしても自分の OS さえ安定していればどこでだって再起動できる。それが令和の時代にこの作品が示す希望の形なのかもしれません。深い。なんだかスマホ中毒の私でもちょっとだけ勇気が湧きました。壊した箱は戻ってきませんけど。MCC の場合はまずその破壊衝動をコントロールする修行から始めるべきでしょうね。おや、そろそろ放送終了の時刻ですよ。あ、ほんとだ。喋りすぎちゃいました。皆さん、今日の国語対話はいかがでしたか？教科書の隅に追いやられた記憶が少しは鮮明によみがえったなら幸いです。文学とは読み返すたびに姿を変える生き物ですからね。それではまた次の放課後にお会いしましょう。お相手は MC と猫でした。せーの、にゃん。